どうですか？なんかインテリアとしてもいいんじゃないですか？この中に底面フィルターが仕込まれてるなんて誰が思うでしょうか？誰でもできるじゃんって思われるかもしれないんですけど、誰でもできるのがいいところ。はい、どうもビバです。皆さん、底面フィルター好きですか？アクアリウムではろ過装置として外部フィルターとか外掛けフィルターいろいろあるんですけど、底面フィルター使ってる人も多いんじゃないでしょうか。底面フィルターの魅力は何といってもそのろ過能力。水槽に入れてある定床がろ材として機能するので、ろ過能力は圧倒的に高いです。外部フィルターにも勝るとも言われてますね。そして価格の安さもメリット。例えばこちらの水作産の底面フィルターであるボトムフィルター、このプレート4枚で60センチ水槽対応なんですけど、なんと実売865円。外部フィルターでいうと60センチ水槽用だとろ材を入れて1万5000円ぐらいでしょうか。こちらの底面フィルターであれば約20分の1の価格で導入することができます。そしてシンプルなプラスチックの板なので壊れることもほとんどありません。まあ壊れたとしても再度購入するのに数百円かかるだけなので、安くて長持ちしてろ過能力めちゃめちゃ高いというのがこの底面フィルターです。デメリットとしては、一旦設置するとメンテナンスができないとか、ベアタンク水槽では使えないとか、まあいろいろあるんですけど、今回は底面フィルターの紹介動画ではなくて、底面フィルターを使った水槽から簡単に取り出しのできるろ過装置を作っていきます。散々60センチ水槽の話をしたんですけど、今回使うのはこちらの小型の水槽、当チャンネルではおなじみのグラステリアフィット150プラス。今回はこの水槽で底面フィルターを使った取り出しのできるろ過フィルターを作っていきます。あれ、なんかビバークは前も作ってなかったかと思われた方、正解です。実は過去にこんなものを作っていました。現在デコちゃんの暮らしている小型の水槽、この中に入っている植木鉢、アマゾンソードと石がレイアウトしてある鉢なんですけど、実はこの中にピコロカが入っています。これは過去に作り方動画紹介してますので、下の動画説明欄からチェックしてほしいんですけど、鉢の中にピコロカが入っていて、そこにソイルを詰めて底面ろ過として使っています。この石の影にひっそりと見えているパイプ、これがピコロカのパイプですね。これソイルの代わりにろ材を詰めて上に陰性水草を配置するとか、いろいろアレンジもできて気に入っているんですけど、ちょっと高さがあってベタの遊泳スペースが減っちゃうんですよね。あとピコロカの流量がちょっと強いんですよね。これは流量調節のスイッチ使えばどうとでもなるんですけど、今回はエアリフト式でもうちょっと背の低いものを作りたいと思っています。そこで今回活躍するのが底面フィルター。こういった外部フィルターとか投げ込み式のフィルター使えないような小さな水槽、こういった水槽にも底面フィルターはめちゃめちゃ役立ちます。ちょっと見づらいですね。こんな感じでサイズぴったり。ぶっちゃけ底面フィルターは水槽の底面全部覆う必要はないので、サイズ的にはこれぐらいで十分ですね。これハーフサイズのボトムフィルター。ぶっちゃけ底面フィルターとしてはこれに定床を入れちゃえば完成なんですけど、今回は取り出しのできるタイプを作りたい。取り出しのできるタイプの底面フィルターを作るとなると、やっぱりこういった植木鉢スタイル。ただこれだと底面フィルターは中に入りません。そこで今回用意したのはこちら水作産のボトムフィルター R。 名前の通りラウンドプレートになっていて、実物はこちら丸いですね。この丸なら植木鉢にすっぽり入る。あとはここにろ材を詰めれば完成なんですが、今回はこの植木鉢背が高くて嫌なので小さいものを探しています。そこでセリアに行って見つけてきたのがこの鉢と同じシリーズの鉢の受け皿。サイズ的には直径12センチちょっとで、本来はこんな感じのセットになります。グラステリアフィットにもぴったりサイズ。この高さならベタの遊泳スペースもバッチリ取れるんじゃないかなと思います。というわけで今回はこの受け皿をベースにボトムフィルター R を使って取り出しのできる底面ろ過フィルターを作っていきます。製作に入る前にボトムフィルター R をちょっとだけ紹介します。本来のサイズは直径13センチの円形のボトムフィルターです。ただこのプレート部分がパコッと取り外せるようになっていて、小さい方で使うと 7.5 センチの小型の底面フィルターとして使うことができます。
ボトムフィルターはエアリフト式なのでエアポンプをつないで使います。パイプは2本入っていて短く使うことも長く使うこともできます。そして塗水口に特徴があって360度ぐるっと塗水するタイプの突出口、もちろん通常の一方向に水が出る突出口も同梱されています。ただこのラウンド形状だと水槽の真ん中にパイプが来るので360度突出口使いたくなっちゃいますね。あとは付属のピンで水作8コアミニ、これを取り付けることができます。こんな感じで使えばさらにろ過能力をアップできる。使えるのは水作8コアミニと S、 残念ながら M とかは使えません。さすがにこれで使う人はいないですね。今回接続するエアチューブ、日総産の超極細チューブを使っています。エアチューブの存在感を減らせるのでとっても便利。一般的なエアチューブと比べるとこんなに細いです。以上、今回使用する水作ボトムフィルター R の紹介でした。下の動画説明欄に商品リンクあります。では取り出せる底面フィルターを作っていきます。といってもこのセリアの鉢にボトムフィルターラウンドを乗せて、あとはこちらの溶岩石、粒の小さい溶岩砂利ですかね、これをこの受け皿の上に入れていくだけ。なんだそんなの誰でもできるじゃんって思われるかもしれないんですけど、誰でもできるのがこの取り出しできる底面フィルターのいいところ。あ、ごめんなさい、またちょっと忘れてました。一回リセット。今回ベタ用の水槽に入れたいんですけど、これだけ入れててもちょっと寂しいので、こちらジェックスさんのボトルウッド L、 これも合わせて使いたいと思います。ボトルウッドは S、M、L サイズがあるんですけど、今回は見栄えのする L。 この商品天然流木ではなくてポリレジンで成形されているものなので、売ってるものは全て同じ形をしています。注意点としては本物の流木を結構忠実に再現しているので、結構引っかかりがあります。ささくれとか尖ってる部分ですね。この辺りは魚が怪我をする可能性、特に小ベタとかはヒレが引っかかって裂けちゃう場合もあるので、尖ってる部分は徹底的にヤスリとかで削る必要があります。今回もある程度ヤスリで削っています。このボトルウッド、土台の部分が U 字になっていて、これがいい感じにパイプ隠してくれるんですよね。まあ全然隠せてはいないんですけど、これがいい感じにパイプを避けて配置できるので、なかなか使い勝手がいい。特にこの L サイズはピコロ化を設置する時にもこんな感じで使えます。というわけで今回はこんな感じで使えます。なかなか製作が進まないビバークはあるある。溶岩砂利を全体的に敷き詰めて、エアチューブの白いコネクタ目立つのでここはしっかり隠したい。あとはパイプが中心からずれるとかっこ悪いので、しっかり真ん中に据えたいですね。溶岩砂利の厚さは多分1センチか2センチぐらいしか敷けないので、底面フィルターとしてのろ過能力は 100% 発揮できるわけではないと思います。ただ塗水される分しっかりと通水するので、小型水槽のろ過装置としては十分かと思います。さあこれちょっと寂しいので、以前の動画で地味に溶岩石に接着していたアヌビアスアナナプチを使います。こういった小さいやつ、これをいい感じに、いい感じってどんな感じなんだと突っ込まれるかもしれないんですけど、まあいい感じに。これのいいところは水草乗せるだけで配置ができちゃう。しかも気に食わなかったら自由に取り外しもできる。どうですか、なんかインテリアとしてもいいんじゃないですか。このボトルウッド L、 フェイクの流木なんですけど、質感はバッチリ。陰性水草が周囲に配置されることで本物の流木みたく見えます。この中に底面フィルターが仕込まれてるなんて誰が思うでしょうか。じゃあこれを水槽に設置していきます。水槽内に設置してみました。どうでしょうか、なかなかいいんじゃないでしょうか。やっぱりこの背の低さが今回のポイント。これならベタの遊泳スペースとしても十分確保できているので、窮屈な思いはさせないはず。レイアウトも取り出しできるので、水槽の水替え、メンテナンスもしやすくなっているはずです。ただ本当に取り出せるのかって気になる人いると思います。やってみましょう。この水槽、中のレイアウトというか底面フィルター丸ごと取り出すときは両手を突っ込むことになるので、多分水は半分ぐらい抜いた方が良さそうです。ここに水槽の角に手を突っ込んで鉢ごと引き上げる。あ、いいね。バッチリ取り出すことができました。入れるときは慎重に。ああ、いいじゃない。手の大きい人はちょっと苦労するかもしれません。じゃあ水を入れていきましょう。ボトムフィルター R の動作しているところも見てみたいですね。
今水を入れ終わったんですが、これなかなかいいですよ。こんな感じ。じゃあエアポンプつないでるのでスイッチを入れて底面フィルター稼働させてみます。スイッチオン。これなかなかいいね。水作の水深流量マックスで動かしてるんですけど、エアー量はこんな感じ。これいいね。360度ぐるっと泡が出るというか塗水される。どうしても一方向で塗水だと水流も強くなっちゃうんですけど、これだと水流分散されて強い水流を嫌う魚も飼育しやすそうです。このパイプは高さ変えられるので、ちょっと水中に沈めてみますか。ちょっと待って。やばい。ろ過フィルター自体軽すぎてパイプ回そうとしたら全体回っちゃうな。手で下段のパイプを押さえて上を回して沈める。 OKOK。 スイッチオン。塗出口沈めてもあまり変わんないかな。360度から塗水されるのは変わらないです。さあ現在ヒーターと水温計、あとレコちゃんを入れてベタ水槽として稼働させています。やっぱり高さがなくなった分泳ぐスペースが広くなって魚にとっては泳ぎやすい水槽になったんじゃないかなと思います。エアリフト式の底面フィルターなので常に水面が揺れて酸素供給もバッチリ、そして底面フィルターなので水のろ過も効果的に効いてるんじゃないかなと思います。見た目もすごい爽やかでいいですね。右が以前作った植木鉢の中にピコロカを入れて作った取り出せる底面フィルター、左が今回作った植木鉢の受け皿で作ったエアリフト式の取り出せる底面フィルター。こっちの見た目も結構好きなんですけど、新しい方もなかなかいいですね。今回使用したボトムフィルター R やボトルウッド L、溶岩砂利、あとスリムエアチューブ、商品リンクは下の動画説明欄にありますので、これを作ってみようって思った方はそちらをチェックしてみてください。この受け皿はセリアの植木鉢コーナーで売っています。サイズもいくつかあるんですけど、今回使ったのは12センチちょっとのもの。本当はもう少し深さがあれば露材もしっかり入れれたんですけど、探せばもうちょっといいものもあるかもしれません。ちなみに食器コーナーで売ってたこちらのプレート、これかなり良かったんですけど、サイズがわずかに大きくて水槽に入りませんでした。これを買う人は使えないのでご注意ください。というわけで今回の動画は以上です。もし参考になったという方はチャンネル登録、グッドボタンいただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。